BCNR337のスカイライン GTR ですね。ここまで程度いいのはなかなか見たことないから。しかもこれちゃんと日産の純正のヘッドライト、カーボンのリアスポイラーのウィングですね。はい、吉井君、こんにちは。こんにちは。おはようございますか。本日は、9月の25日、時間は10時38分、気温は22度、ちょっと寒いですね。はい。そして外で撮ろうと思ったら雨降りやがって、降ってきました。やっぱり中で撮ろうと。はい。今日紹介させていただくのはですね、こちらですね。はい。何の車かわかりますか？これ 33GTR です。ですよね。はい。はい。まあやっぱりいつも何度も言うようにいい車を買い取りさせていただいて、それを販売させていただくと、はい、またそれを見ていただいたお客様からいい車を譲っていただけると、はい、まあこんな感じのスパイラルがいい循環ですね、がずっと続いてまして、ちょっと前まではね100系のチェイサーがもう止まらなかったじゃん。そうですね。でここ最近だと S15 シルビアとかパパって入ってきたりとかして、はい、今回この 33GTR なんだけど、はい、前回上げたミッドナイトパープルの 33GTR ありましてね。ありましたね。であちらの動画を見ていただいたお客様が査定の依頼が来て、でうちで買わせていただいたと。はい、でそのもともとミッドナイトパープル売っていただいたお客様もさらにその1個前の、ミッドナイトパープルの33の GTR を見ていただいたお客様からこうつながっていくわけですよ。で、まあ、これ以外にもあともう1台ね今日夕方買い取りでお引き取りさせていただく車がありますので、はい、まあ、33GTR 2台入ってくると。すごいですね。すごい、でこの動画を上げるとまたもしかしたら誰か売ってくれるかもしれないっていう形でやっていきましょう。でですね、先に言っちゃうと、この車めちゃくちゃ綺麗で、はい、多分ねここまで程度いいのはなかなか見たことないかなっていうぐらい程度がいいです。でその程度っていうのは、まあ、エンジンとかミッションとか基幹的なところもなんだけれども、はい、やっぱり、33GTR まあ、詳しい方なんかはご存知の通りボディサビ、はい、まあ、ここら辺がやっぱりこの年代のまあ旧車っていうには僕らの世代からするとちょっと新しいんだけれども、はい、でもやっぱその旧車と呼ばれるこの年代の車の天敵ですからサビは、はい、そこら辺のコンディションがとてもいい車なんですよ。はい、であとは、今じゃあもう買えない絶版のパーツがたくさんついてます。はい、で見た目もかっこいいんですけれどもエンジンのチューニングエンジン自体はノーマルなんだけれども、はい、チューニングもねやってありまして、はい、ここのですねこの書いてある OK レーシングさんですね、はいはい、でやられてる車なんですけれどもとても仕上がりもいい車ですので、はい、ぜひ期待して見ていただければと思います。ちなみにこの車は昨日ホームページにはもうアップしちゃってるので、はい、まあ動画これ今日撮影してまた今週末ぐらい、はい、期間は多分3日4日だからさ、はい、多分まだ売れてないと思うんだよね。だから欲しい人はまだ買えると思うんですよ。うん、なので気になる方いらっしゃったら、ぜひ最後まで見ていただければと思います。 OK ですか？はい、はい、じゃあそんな感じで今日ちょっと GTR ですから僕も乗ってます。ちょっとテンション上がってます。はい、やっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあよし君やっていきましょう。はい、じゃあ早速車の内容をちょっとお話しすると、はい、ですね、まずこちらは BCNR337のスカイライン GTR ですね。はい、で、ですね、年式はですね、1995年式、平成でいうと7年式になるので、はい、型としては前期型になりますね。でもヘッドライトはですね、見ていただくと後期型のヘッドライトなんですね。後期型。はい、ヘッドライトなんですね。はい、でパッと見て、おお、ヘッドライトしか後期って言わないのかお前って言ってる方は、やっぱり GTR お好きな方でしょうね。はい、こういったフードトップモール、N1 ダクト、こういった後期リップ。まあここら辺とかまで、全部後期のものに変わっているという形になっております。であとは、走行距離に関してはですね、はい、メーターがねニスモメーターに変わっていて、はい、今4万何千キロだったかな。前ね3万5千キロぐらいで変えて、はい、で4万3千キロぐらいで今のメーターでなので、はい、足してね7万8千キロぐらい少ないでしょ。もちろん実測です。で車検も、今年の7月に取ったばっかりだ2ヶ月前か。もちろんこれだけ自信を持っていいですよって言ってるんで、修復歴はなしと、はい、まあここまでは車の内容じゃん。はい、でこの車何がすごいっていうかボディの状態がいいっていうのを一番初めお話ししましたけども、はい、前持ってたお客様はですね平成13年かな、西暦でいうとだから2001年になるのかな。2001年にこの車を中古車で購入されたんですけれども当時で1万7、8千キロぐらい
でそれからヨッシーも一緒に引き取り行きましたけども、行きました。もうほぼ雨の日は乗らないで、はい、他に関しても、もうガレージだよね。そうでしたね、ありましたね。まあ行った時はさ、お庭にこう止めてあったけどさ、はい、隣にガレージあったでしょ。雨はもちろん当たらない、風も当たらない、日も当たらない、はい、あれ結構完璧よ。完璧でした完璧ですよ、はい、その保管状況で、保管をされていましたので、はい、やっぱりボディ綺麗なんですよ。で、お値段も、かなり高く買い取りをその分させてもらったという感じですね。うち以外にもあと2社か、はい、聞いてもらってたのかな、はい、まあ、1社はお客様の知り合いの会社さんだったんですけどね、はい、他の1社よりもうちは80万円高く買い取ってますし、はい、もう1社よりもさらに30万円高く買い取ってるんですよ。一番下の会社よりも80万円も高く買い取っちゃってるっていう感じなので、結構頑張って買っちゃいました、はい、っていう感じなんで、ちょっとお値段に関してはもしかしたら高く感じる方はいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、しょうがない、どうしようかな、ちょっと高すぎて諦めようかなとかって思ったんだけれども、はい、つったってやっぱこの程度のものにはなかなか出会えないので、はい、もうここは無理して買っちゃおうっていう形で買いました。まあ、自信持ってお勧めできる一台なんで、散々検討している方はいいんじゃないかなと思います。じゃあですね、どっからいこうかな。エンジンチューニングの部分は、お楽しみで取っておいて、まずは見えるところ外装からいきましょうか。はい、はい、わからない人は、はい、そんなに詳しくない人はさっき言ったようになんか後期のヘッドライトに変わってるだけじゃんみたいな感じなんですけれども、先ほど申しましたようにいろんなところが後期仕様に変わってますので、はい、まあヘッドライトもしかもこれちゃんと日産の純正のヘッドライト、最近ね、はい、なんかね車外のね後期ルックなヘッドライトが出たんですよ。多分海外製なんだけどさ、でもこれは日産純正です。お客さんが純正で当時新品で買ったヘッドライト、ちなみにこれ今ヤフオクとかで100万ぐらいで売ってるの。100万？そう。100万でしょ。そうなんですよ。要は買えないんだよね。もちろん新品はもう売ってないので、はい、っていう形で買えてあります。でですね、あとはここですね。これもですね結構ポイントじゃないかなと思うんですよね。はい、日産純正オプションの、オイルクーラーのダクトですねがついてます。まあ、入ってるオイルクーラーはトラスなんだけど、ここ見てもらうとね、ありますね。ありますよね。はい、ここから風が入って、まあ、オイルクーラーで冷やしてっていう感じになりますね。はい。で、足回りは一旦置いといて、じゃあ再度回っていただいて、これはまだ買えるかな。カーボンピラーカバーですね。はい。とですね、これなんだか分かりますか。まあよし分かんないよね。はい、これですね、LM リミテッドっていうのが 33GTR あったんですね。はい、でそれの、ステッカーになります。はい、はい、新品じゃもう買えないですが、はい、なんかねガレージ吉田さんがこれ復刻版でステッカー出してるらしいです。うん、はい、いいよね。で、後ろ回っていただくと、これが日産純正オプションのプロテクターだね。リアのアンダープロテクターっていうのかな。とここのカーボンのウィングの、なんだオーナメントって言ったらいいのかな。はい、っていうのがあります。これもねまだギリギリ買えるんじゃないかな。ただですね、こっちは買えないです。カーボンの、リアスポイラーのウィングですね。はい、これニスモ製です。これは買えないんです。これは買えないですね。はい。もう一回ちょっとクリア拭きたいかな。色あせが出だしてるかなみたいな感じですけれどもね。はい、超貴重ですっていう感じでした。マフラーはまた後にしましょうか。どんだけもったいつけるんだっていうね。まあ右側回ってもまあ同じ。あとまあこんなのがちょっとついてたりするのかな。これもニスモなのかな。はい。っていう感じで、ございます。で外装の傷は、フロントのリップスポイラーの下に、まあ、ちょっとしたガリガリっとすった擦り傷があるんですね。はい。はい、と、一番目立つのは、こっちの左側のリアクォーターの部分。ここの線傷ですかね。わかるでしょ。そう。で、まあいつもなら比較的このぐらいの傷とかだとうちだと、はい、まあ安く直して商品にしちゃったりとかするんですけど、はい、この車ね一応俺確認したけど、はい、もしかしたら見落としあるかもしれないんだけど、基本的にボディのその塗装自体も全部オリジナルなのよ。要は板金歴とかがない。ないんですね。と思う。一応ね全部結構細かくチェックしたんだけど、はい、後から板金で修正したようなのはパッと見た感じはない。もちろんそんなわけなので、はい、色のおかしなところもないわけでね。はい、そうっていうのがあったから、ちょっとねこれをオリジナルの塗装に色を吹くのはちょっと気が引けるな。もしくはちゃんと塗るんだったら、いつもだったら例えばここだけ
塗るとかって話ですけれども、そうですよね。そうまあちゃんとやるんだったらここ全部色拭いて、はい。でさらにこっちのドアまでぼかし塗装を入れてやるような感じが必要なんじゃないかなと思うんですけれども、はい。まあそうすると結構お金かかっちゃうので、はい。とりあえずは一旦そのままにしてあると。であとは、リアのバンパーに関してはここら辺にちょこちょこっと小傷があるのと、はい。あとねこれはなんかお客さんがねステッカーで隠したりしてたり、ここら辺多分剥がす傷がちょこちょこあると思うんですけどね、はい。一応そんな感じでございました。まあ、これが外装のパッドの見た感じの、状態です。はい。でさっき言ったようにライトだけでも高いでしょ。そうです。多分ライト100万でしょ、はい、でリアウィングが多分あれ2、30万するからね、はい、でお金出しても買えないっていう話ですから、それだけでもだいぶ貴重なんじゃないかなと思います。はい、で次はですね足回りですね。足回りに関してはホイールからいっちゃおうか。まあこれはみんな大好き T37 ですね、はい、の SL が入ってます。太さは 10J でオフセットがプラスって今言わないのか、まあ、20なんですけども、はい、まあ、車検対応の仕様になってますね。はい、前回のさ 33GTR ミッドナイトパープルのは、はい、10.5J の15だったんですよ。はい、でそうするとね、車検がねちょっと厳しいんですよ。はい、だあれ結局車検取ったんだけど34の GTR の純正ホイールに履かせ直して車検取ったような感じだったからさ、はい、そうなんだけれども、これは普通に車検安全圏内なのでちゃんと出てないんで大丈夫ですという感じでございました。 OK ですね。はい、はい、でタイヤもね 2,3 年前に変えたばっかりなんだよね。あった2020年か、はい、っていう感じでした。だから4年前だけど多分そんなにお客さん乗られてないので山は全然残ってますから、はい、いいと思います。でサイズも275の方を入れてますね。265じゃなくてね2753518の方を入れてますね。はい、でもう一つはブレーキ、はい、ブレーキも変わってってちょっと大きいでしょ。キャリパーこれ変わってます。F50 ブレンボキャリパーですね。フェラーリ F50 わかります？わかんないよね。まあまあ大体入れるのは F40、F50 のキャリパーとかって言うんだけど、はい、まあそれの、大きいブレンボのキャリパーがついているのと、はい、でローターに関してはフロントが 355mm でリアが、350mm に、容量をアップしてます。なので制動力も上がっておりますという感じです。はい、OK ですか？はい、はい、そうこれはね結構 GTR とかでね俺も入れてるけどエンドレスのブレーキキットとか入れるとさ、はい、80万やら100万やら、はい、でこの間の 35GTR の時話したけどね同じ 35GTR のブレーキ入れるとすると135万かあれが、はい、って感じなんだけど、これは結構ね安価に容量と制動力をアップできる。はい、これちなみにローターはね、V36 スカイラインのローターなんですよ。それをキットがちゃんとあって、はい、でそれをつけてあげると容量大きくなって、はい、で F50 のフロントキャリパー入れてなんで、まあでもそれでもやっぱ30万ぐらいはするかな、はい、もうちょっとしちゃうかな、まあ、それぐらいはの価値はあるかなと思います。はい、であとは、車庫帳に関しては H ケースのハイパーマックス 4GT だね。 SP じゃなくて GT の方になるので、はい、SP よりも、まあ、ちょっと乗り心地はいいかな。で確かに乗ったらとてもいいと。でラバーマウントなんで車のダメージも少ないので車にも優しいサスペンションですから、はい、痛みも少なくていいんじゃないかなと思います。でですね、まあよく GTR、まあ、こういうところ見ましょうねみたいな話よくしますけれども、ウィンドウモールとかも状態もめちゃくちゃ綺麗だね。綺麗です。綺麗でしょ、はい、こっち側もそうですね。めちゃくちゃ綺麗。パリパリになってないでしょ、はい、ちゃんとゴムも柔らかいですね。いいですねという感じになってます。OK ですか？はい、はい、外装は一応こんな感じでございます。はい、じゃあ次内装いきましょうか。はい、はい、で、内装に関してはエンジンかけましょうか。はい、もう見るからにスポーツカーチューニングカーって感じですよね。追加メーターがついておまわりさんのレーダーがついてパワー FC の FC コマンダーついていきますよ。はい、こんな感じですね。はい、何が変わってるか分かりますか？結構いろいろ変わってますよね。メーターニスモですね。はい、これしかも LED に球打ち替えてあるので、まあ、昼間もそうですけど夜見ると、かなり綺麗かなと思います。はい、ニスモの 320km ですね。でこれさっき言ったように、3万5000キロぐらいで変えてて、はい、で今4万2900キロだから合わせて、7万7900キロ、まあ、7万8000キロぐらいかの実走行という形になっております。まあ、もちろんディーラーで交換しているので、はい、実走行扱いで、OK じゃないかなと思います。あとはですねこっちのサブメーターですね。これに関してもニスモのが変わっているという感じでした。 OK ですか？はい、
でそれプラス、これがデフィのブースト系、こんな感じですね。とあとこっちが、水温計ですね。これはトラストの水温計かな。ここら辺がついていて、はい、でここは純正でね、前後のトルクのメーターだったりとか、こっちも水温計あるけれども、であとはブーストかっていう感じですね。ニスモのだからこれ0からスタートかっていう感じになってますね。であとは、ここら辺がカーボンパネルはこれはオリジナルでお客さん作ったのかな、ご自身でっていう感じなのと、はい、レーダー探知機、ケウトのスピーカー、カロッツェリアのオーディオで、あとはピボットのターボタイマー、これちゃんとこのダイヤル、ここやって切るとほらって感じなんですよ。はい、あとは、FC コマンダーですね。パワー FC のコンピューターで制御されているので FC コマンダーがついていると、はい、でこっちにね、ブーストコントローラーもついてるんだけど、これはねなんかね調子悪いらしいんで、はい、これ変えちゃった方がいいと思いますっていう感じで言われました。はい、なんでこれちょっと、ね、タイミング見てね、俺も KSP さん一回持ってこうかなと思ってんだよね。はい、一応そんな感じでございます。あとハンドルが慣れて変わってるという感じですね。はい、で、内装もやっぱ距離相応で、はい、シートとかめちゃめちゃ綺麗、とにかく綺麗、はい、綺麗でしょ。綺麗ですね。ですよね。はい、でフロアマットもちゃんと純正のフロアマットですからね。あんまり擦れない綺麗な状態になっております。はい、OK ですか。ガリガリ走るとね、この辺がかかとですり減ったりするんですか、わかんないですけど、はい、後ろのシートに関してもちゃんとついてます。いいですね、綺麗ですね。はい、はい、OK ですか。はい、で天井なんかに関しても綺麗ですよね。どこを見ても綺麗ですよね。天井まで綺麗です。はい、はい、という感じです。でこれお車いただいて、多少その掃除機かけたりはしたけど、はい、ほとんどそのまんまの状態、はい、素の状態だったら全然汚れもなかったので、はい、本当に綺麗でしたという感じでございました。じゃあ次エンジンルームいきますか。はい、だここまでで、走行距離の少なさで保管状況の良さ、はい、で外装のレアパーツたくさんついてるみたいのがあったりとか、はい、素材の良さが分かりますよね。分かります。ちなみにさっきのニスモのホワイトメーターとかホワイトサブメーターに関してももう売ってないので、はい、で、エンジンルームはどうかというとこんな感じになっております。やっぱ綺麗でしょ。綺麗です。どっちからいこうかな。じゃあダメージの方から見ていきますか。ダメージってそのサビとかのダメージがどうなのかって話ですけれども、はい、いつも何度も言うように、やっぱり 33GTR ここが一番鬼門になってきますね。はい、なぜここが錆びるかっていうと、フロントのタイヤハウス、はい、ここからこう水を吸ってしまって、でここが2枚合わせの袋の鉄板になっているので、はい、そこに水が溜まって錆びると。はい、でここが錆びて下から浮き上がって、ここら辺のシールがバリバリバリって割れてここから錆びが出たりすると。もしくはここが膨らんでくると。で大体それ、結構なってる車がめちゃくちゃ多くて、はい、でささっと手直しをやるとすると結構ここをね板金してきれいにしてたりとかするんですよね。はい、だそうするとこういうスポット溶接とか消えちゃうんですけれども、はい、これに関してはオリジナルの状態でスポット溶接もちゃんと残ってて、でかつ錆びが全然出てないと、はい、かなり優秀じゃないかなと思います。ここが優秀なんで、他も全部優秀だよねっていう話になっちゃうんですけど、はい、こっちももちろん綺麗ですね。綺麗ですね。はい、大丈夫ですね。はい。という感じでございました。でですね、ここからはこの見た目ですから、はい、これだけで何チューニングしてるか分かったら、はい、その人は多分もうすでに GTR 乗ってらっしゃると思うので、多分これは買わないと思うんですよ。はい、あれやってるね、これやってるねっていう分かる方は大体多分もうご自身の車も多分そういう風なチューニングをされてたりとか、はい、精通されてる方なので、多分もう持ってるんじゃないかなと、憶測されますと。はい、で、実際にこの車が何が変わってるかっていうと、まずですねエンジンに関しては基本ノーマルです。ノーマル、はい、ノーマルです。はい、エンジンノーマルっていう表現がどういう表現かっていうと、はい、エンジンを開けて中身のピストンを変えてたりとか、コンロットとかクランクシャフトとか変えてたりとか、はい、そういうのはなくて、はい、もう普通のノーマルの状態になっております。はい、で、次に今度タービンですね。はい、タービンに関しては、R34GTR の純正タービンを使ってます。34の純正タービン、はい、でそれによって得られるメリットとしては、34タービンからはボールベアリングになっているので、はい、
耐久性が上がったりとかはいっていうのがあります。であと、3233と34タービンはエンジン側とつながるエクステンションが違うんですよ。はい、それを、これはね HKS のエクステンションキットを使ってで34のタービンがついてると。33純正よりも出力は多分それだけじゃ上がらでもエクステンションついてら上がるか、でもそんなに変わらないという感じです。で次に、吸気ですね。吸気に関してはブリッツのエアクリーナーがついていて、通常のエアクリーナーよりもよりたくさん空気を吸い込みますよね。はい、で、その次についてるこれですね。これこれですね、正確にはね。はい、通常はエアフロメーターっていうのがついていて、もっと全然形違うんですけれども、はい、やっぱ規格が古いので、はい、もっと制御が細かい R35 用のエアフロメーターをついてると。なんでエアフロメーター壊れたとしてもこっちの方がねコスト的には安く交換できるという感じになりますし、はい、さっき言ったようにすごい古い33の時代よりもこの R35 の時代の方が、もっと数字は細かいらしいので、はい、そこら辺ちょっと僕そういったコンピューターとかの世界はあんまり分かんないんですけど、はい、いずれにしてもこっちが制御が細かいのでそういう形になっておりますと。であとはインタークーラーですね。インタークーラーはトラストのインタークーラーが、ここパイピングから下に来てでここですね、ここですね、トラストのインタークーラーがついているという形になっております。だからこれでその、エンジン系に関して言うと、タービン変わってエアクリ変わってインタークーラーで冷たい空気になってで制御は 35GTR のと同じ制御になっているという感じになってます。で、次は冷却系いっちゃうと、ラジエーターが紅葉の同3層だったかな、はい、のラジエーターが入ってるのとあとはトラストのさっきのオイルクーラーね、はい、でエレメント移動タイプこれそうなんですよ。なのでエレメントもここで変えられるという感じになってます。RB は確かエレメント通常だともっと下についてるのかな、はい、なんかね変えるとねオイルがね汚れちゃうっていうのをみんな言うんですけれども、これにしとけばここで簡単に変えられるらしいです。で一般的な、はい、超ライトチューンでいうならば、はい、やっぱここまでエアクリーナーを通常のものよりも多く吸うもの、はい、むき出し型のキノコタイプにしてたくさん多く空気を吸って、はい、で、マフラーを変えて、はい、より多く空気を出せるようにする、はい、それで大体、ね、ノーマルが280馬力だとすると多分330とか。それぐらいまでは上がっちゃったりするんじゃないですかね、馬力が、はい、そこから上を求めようとすると今度はタービンを、ブーストコントローラーとかでもっと回るようにしてあげる、はい、でそうするとじゃあ350ぐらいまで仮に上がったとしますよね、はい、でもさっき言ったようにタービンは僕3人乗ってる時に何回も言ってますけれどもやっぱり結構爆弾を抱えてるので、はい、でタービンが壊れちゃうと後ろ側がよく壊れるんですけど、エンジン内部に入ってエンジンが今度壊れちゃったりとかするんですけれども、だからあんまりそこに負荷をかけたくないのよ本当は。でも負荷をかけないとパワーが上がらないよね、はい、だから、さっき言ったように R34 の GTR のこれはスタンダードのタービンもっとより丈夫なものに変えてあるという感じです、はい、でそうするとそれただポンって入れただけだと乗り味が全然変わっちゃって確かねトルク出なくなるんじゃないかとかな、パワーが確か出方が全然変わっちゃうらしいんですよね、はい、でもうタービンを変えた段階でまずコンピューターを変えなきゃいけないんですよ。で、これタービン変わりました。で、コンピューターも変えて制御を入れます。でそうするとさらにもうちょっと細かく制御を、取れた方がいいよねっていうことでエアの量をより多くエアの内容をより多く測れるように R35 のこのエアフローメーターをつけてありますと、はい、でこれでこっち側の取り込む電子はなんだろうな次はよりきめ細かくなるんじゃないですかね、はい、でさらに、インジェクターですね。今度は燃料の量も増やしてあげたいので、はい、燃料に関してはサードの、550cc12 ホールのインジェクターが全部変わっているという感じになってます。でこれもやっぱりコンピューターで制御してあげるって、見ているという感じになってます。でさらにこの車はですね、カムシャフトも透明製のものに変わってます。透明のポンカムってやつわかる？ちょっとわかんないですけど。全然わかんないよね。もうだんだんわかんなくなってきてるでしょ。だいぶわかんないです。だいぶわかんないね。この中の2本走ってるカムシャフトに関しても、透明製のポンカムタイプ R、ポン付けできるカムシャフトって言ったらいいかな、はい、っていうのに変わってあるという感じです。これ説明してもあれかな。より多く吸うでしょ。はい、でさっき言ったマフラーでより多く吐くでしょ。はい、で丈夫なタービンに変えるでしょ。はい、でそうすると出力はじゃあ高まりました、はい、なんだけど燃料足りなくなっちゃいます。だから燃料変えたいでしょ、はい、でさらにもうちょっと求めるとするとさっき言ったカムシャフト多分ね R3 変えたら多分のタービン変えたら多分カムも変えないと多分それでバランスがいいと思う。パワーの出力のバランスは良くなるんですけれども、はい、オーバーラップとかっていうのがあってさこのエンジンの中でも、はい、エンジンの中のガソリンが入っていくところガソリンが入って、はい、爆発して
で出てくわけですよ。はい。入って爆発して出てくわけね。はい。これが純正のノーマルの状態だと入りました、完全に閉じました、爆発しました、出します。簡単に言うとこんな感じ。はい。なんだけどこのカムシャフトを入れてあげると入りましたと出ました、このバルブがねちょっとねオーバーラップってちょっと開くんですよ。開くことによってより多く入って出ていくみたいな、なんかそれはねいろんな計算があるらしいんですけれども、はい、であとバルブのリフト量とかも変わるとかっていうのもあるんですけれども、まあ、ちょっと細かいよね、難しいよね。だいぶマニアックマニアックはい、だそれまでやってあるという感じです、まあ、言葉にするとちょっとマニアックなんだけど、はい、まあもう一回話戻すと、まあ、単純にエアクリマフラー変えました、はい、タービンより丈夫なのに入れました、乗り合いちょっと変わっちゃうからカムシャフトも変えて、もうちょっと出力出るようにしましょうね。で、まあ、そうすると燃料も足りなくなるよね。なんで燃料変えましょうね。まあこんな感じです。燃料多くもっと増えるようになりましょうね。はい、でその全ての制御を APEX の PowerFC っていうコンピューター、はい、ノーマルじゃできない、できなくはないんだけどAPEX の PowerFC でより細かく制御しましょうね、はい、っていう感じです。でそのセッティングをしたお店がさっきの OK レーシング、そんな感じでございました。これがこの車の目玉って感じかな。で一応この車のこの OK レーシングさんで、はい、原車セッティングした時のセッティングのシートとかあるんだけれども、確かにブーストが 1.2 キロだったかな、確かブースト 1.2 って言ってたと思うんですけど、はい、430馬力トルクで 48.6 キロあるので、はい、結構パワーは上げてあるという感じです、はい、ただ 1.2 かけて430までいっちゃうと結構エンジンしんどいと思うので、タービンも結構しんどいと思うので、はい、乗用で使う時は、まあ、0.9 からせめて1ぐらいまでにして、はい、まあ、400馬力ぐらいまでにしてあげるのが、まあ、いいんじゃないかなと思います。まあ、だからそれはさっき言ったようにブーストコントローラーで、調整して抑えてあげる方ですね、はい、出力上げる方じゃなくて抑えてあげる方、まあ、これでやってもらえればいいんじゃないかなという感じです。一応ねエンジンの内容としてはそんな感じでした。でやっぱり、まあ、これは人によってだけれども、まず第一ステップとしてはやっぱりどうしてもエアクリマフラー変えたいんですよ、みんな、はい、変えちゃうんですよ、まあ、そんなイメージありません？大体変えてそうな大体変えてそうなイメージで、ね、はい、でそこから次にステップアップするとどっかを変えるんですけれども、はい、そうするとどっかがバランス崩れたり、例えばカムシャフト入れるだけだとバランス崩れちゃったりとか、タービン入れるだけだともちろん回らなかったりとか、はい、燃料だけたくさん噴射できたってしょうがないよねって話になるので、はい、ここから先はトータル的なチューニングがこう必要になってくる。でトータル的なチューニングが必要になるとやっぱそれなりに費用と、あとはショップさんのノウハウみたいなものも必要になってくると思いますので、はい、結構ねハードルがいきなりドンって上がっちゃうんですけどね。でもさっき言ったようにこの車はそれがちゃんとしたショップさんでちゃんとやってある、はい、っていう感じなのでいいんじゃないかなと思います。 OK ですか？はい、はい、だいぶ長くなったっしょ。結構過去1ぐらいこの部分長いです、ね、エンジンループそうだねテンション上がってる理由が分かるでしょ分かります、はい、っていう感じなんですよ。でじゃあまだ行きましょうじゃあここから先不安はないんですね、ないんですかって言われると、はい、実はまだあって、はい、ここ見てほしいんですけど、まあでもねこれも定番です。インマニのここにガスケットがあるんですけど、これ紙なんですよ、ペラッペラな。はい、でねよく調子悪くなるとねこの紙が破けて空気吸っちゃったりとかして調子悪くなったりとかします。であとはやっぱりチューニングしてる車のエンジン、これエンジンガスケット、ヘッドガスケットノーマルなんだけれども、はい、やっぱり多少負荷かけて走ってる人なんかはこういうのをメタルヘッドガスケットとか、はい、もっと強化なやつに変えるんですよね、はい、だからこの車で次やるとするとそれはチューニングっていうよりもメンテナンスであったりとか、はい、より保護っていう話になりますけれども、多分エンジンのヘッドガスケットと、ここら辺の紙ガスケットとかこういうところは変えてあげた方がいいんじゃないかなと思いますね。はい、はい、じゃあエンジンルームはこんなところにしておきましょうか。はい、一応エンジンかけますか。ちょっとエンジン大きいでそのままマフラーサウンドに行っちゃってもいいかもしれませんね。そうですね。いきます、はい、特に異音振動などないですね。はい、あれだね、まあまあイグニッションコイルはスピリットファイヤーか、はい、でイグニッションコイルにドゥラックの、点火強化ハーネスキット、まあ、これもついてますね。タイミングベルトはニスモの強化タイミングベルトに交換済みという感じになってますね。はい、でカムを入れるとねちょっとこうダダッダダッってこうなるんですよ。これがちょっとねチューニングカーっぽいんですよね。はい、ただこうザーって安定しないですよ。ちょっとダダッダダッダダッってなるっていうところがあったりとかで、ちょっと今アクセル開けるんだけど、はい、
ほらちょっとババ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 ってなるでしょ。なってますね。そうでこれはなんでなるかっていうと、はいさっき言ったようにカムシャフトを変えてあるので、はいそういう風になるという感じですね、はい例えばそうだなシルビアはいシルビアなんかは低回転の時と高回転の時で、はいカムのあれが変わるんですよ。だから低回転でもアイドリングが安定して高回転でも出力が出るっていう、簡単に言うとこういった仕組みになってるんですけど、はいこの車はさっき言ったようにRB26 はその機能がないので、よりここをパワー出そうとすると低回転時はちょっとこうアイドリングがばらつくと。でそれがチューニングカーっぽいという感じですね。はい OK ですか？はいで、次マフラーいきましょうか。はいでですね、マフラーに関してはフロントが、藤村オートさんのはいフロントの頭頂パイプですね。はいこれパイ数いくつなんだろうな。ステンレス製なんだけどね、フロントパイプよ。じゃあこっちから見ようかな。ここから見ようか。はい。あそこのグニョンって曲がってるやつですね。グニョンってなってるでしょ。はいでこれがさっき言ったように藤村オートの、フロント頭頂パイプで、真ん中あそこのキャタライザーですね。触媒が、はいサードのスポーツキャタライザーという感じになってます。はいはい、で、リアマフラー、そこから後ろのリアマフラーはジーズっていうマフラーの、90パイのマフラーがついてると。で、お客さんこの20何年乗る中ではいマフラーこれね4本目らしい。やっとたどり着いたこのマフラーみたいな感じで、やっぱ音はいいよ。頭頂パイプなんで音質も良かったりとか、はい音質が良くなったにもかかわらず RB らしさのこののぶとい90パイの音っていうのがちゃんと出るので、はいいいと思いますね。じゃあちょっとアクセル開けますよ。はいこんな感じですね。めちゃめちゃ吹けがいいし音もいい。いやいいですね。うんはこれ多分高速とかでちゃんとパーって飛ばしたらかなりいい音すると思うんですよね。いはい一応こんな感じでございます。 OK ですか？はいはい、続きまして、下回り見ましょうかね。はいはい。それだけ保管状況が良かったんですで、はい下回りも当然ながら綺麗なんですけど、ライト持ってきた方がいい？見てもらうと見てもめちゃくちゃ綺麗でしょ。完全に綺麗ですねこれは。ねはいここまで綺麗なのはなかなかないです。錆もなくて、汚れはね、多少しょうがないとしても、これだけ錆なくて腐食もなくて綺麗な、このリア周りって全然見たことがないので、それぐらいこれは綺麗じゃないかなと思いますし、はいはいこっちのさ、ここら辺の足回りとかもさ、ここら辺なんかも綺麗でしょ。はい綺麗ですよね。サスペンションとかも綺麗ですよね。はい綺麗ですよね。で今度こっち来てもらって、ジャッキポイントとかを見てもらうと、ここら辺は写真載ってるか、ホームページの写真見てもらえればと思いますけど、はいこっちもそうですね。全部ちゃんとねあるんですよ。残ってるんですよ。綺麗なんですね。こんな感じです。はい確かね、下回りなんかコーティングやったんだっけな、やってあったって言ってた気がしたな、確か。そういうのもあってなおさら綺麗だよね。こういうフレームとかも綺麗ですよね。はいこんな感じでございました。こんなところにしておきましょうか。僕もちょっと喋り疲れちゃったわ。あとはメンテナンス履歴ぐらいかな、お伝えしなきゃいけないのは、メンテナンス履歴は、これちょっとホームページにも載ってるんで、はいそちら見てもらえればと思うんですけれども、平成7年式の車がさ、はいで平成10年から20枚残ってるわ。年数は読み上げたら書き出すの大変だから、だいぶすごいですね。そうそう、20枚残ってます。ほぼ1年2年1年2年みたいな感じで、2020年からに入っては毎年点検しているという感じです。確かに初めのね3、4年ぐらいは、日産でやってたのかな、はい、でそこから先は OK レーシングさんでやってると、はい、そんな感じの車になっておりますね。はい、もちろんそれだけしっかり点検やってあるんで、調子もいい、はい、買えるものは買えてあるという感じの車でございました。 OK ですか？はい、はい。
じゃあよし君、はい。一応本日そんな感じでだいぶ長く喋り倒した感じですか？結構長い動画です。結構長い動画になりましたか？はい。でも最近あれでしょ、長い動画が入ってるでしょそうです。YouTube 界では YouTube 界隈で一応流行ってます。はい。超トップ YouTuber とかだと2時間とかさ、俺もいいんだよ、4時間とか動画あったそうなんです。映画より長いですね。すごいよね。はい。まあまあそんな感じですけど、改めまして今日紹介させていただくのはさせていただいたのは、こちらの 33GTR。はい。年式は1995年式、平成7年式の前期モデルではあるんですけれども、パッと見外装後期側に書いてありますと、はい、ライトとかですね、はい、含めて書いてあるという感じです。走行距離はメーター交換はされてるんですけれども、合わせて合算77900キロ、車検はほぼ丸2年残っているような感じで、今年の7月に取ったばっかり、修復歴はなし、シフトはもちろん5速マニュアルという感じで、グレードは、GTR の、V スペックの方なんですね。はい、はい。で、ちょっとね動画でバーッと伝えているものの、間違いもありますから、はい、ホームページとか見ていただいたりとか、であともし僕が言ってるの間違いあったらコメントでいただけると嬉しいですね。前回のさインプレッサーあったでしょ？ありましたね。これマフラーをさ、はい、このグレード用に変わってるマフラーなんですっつって最後おまけでさマフラー動画のサウンド撮ったじゃないですか。撮りましたね。あのマフラーこれ専用に変わってるのが標準に戻されてたんですよ。だからあの車の変わってますねって言ってたマフラーの音じゃなかったんですよ。そうこれコメントで指摘していてもらって、はい、見たら本当だみたいな、これノーマルのに戻ってるじゃん。やっぱ思い込みって良くないもので、はい、なんか僕はこうだって思ってるものも全然間違ってることもたくさんあるので、はい、もしかしたらさっきのエンジンの説明も間違ってるところがあるかもしれないので、詳しい方がいたら皆さんでフォローしていただければ嬉しいなと思います。はい、OK ですか？はい。はい、でゆうし君なんか質問あれば最後。結構この手の車って、はい、盗難とか、やっぱりどうしても多いじゃないですか。盗難もコメント結構来るね。そうですよね。盗まれそうとかね。はい。実際この車で車両保険って入れないパターン多いと思うんですけど、はいはいはい、そうですね。皆さんどうやって対策されてるのかなという気になります。ですね、これ結構お客さんによってまちまちなんだけど、まず前提として世の中の一般的なところで言うと、さっきヨッシーが言ったように古い車に関しては車両保険に入れないことが多いです。そうですよね。で特に、外資系の安い保険って言ったらいいかな、に関しては、ほとんどどこも入れないね。俺もトライしたことある。で、仮に日本の保険会社で入れたとしても、例えばこの車入ろうと思っても100万円までしかかけられませんとか、時価額50万円なんで50万円までですみたいなのがあったりします。でそれで入ってる人もたまにいます。一応そう一応この間来たお客さんだと 32GTR で車両保険20万しか入ってなかった。20万、そうこれ意味なくないですかみたいな。そうですよね。そうっていうのがありますと。なんですが、これはですね各保険会社というよりかは代理店、うちも保険の代理店なのでね、代理店によっては、ちゃんとそれに値する資料を添付したりとか、うちで言うなら例えばこれを買ってもらったお客さんに関して言うと、買った金額までは全然普通に入れます。そうで買った金額まで入って、うちのお客さんだとね大体例えばじゃあ500万円で買ったとするじゃん、そしたら500万円で入るじゃん、500万円で入るんだけど、やっぱ、ね、年々車両保険の金額って落ちていくものなんですよ。なんですけどうちの場合は3年契約とかで500万円は3年間ずっと維持させるという形の契約をしています。でさらに例えばそれで3年後車の価値が上がってたとしますよ、そういう場合は価格をちょっと見直して、仮に600万ぐらいの価値になってたら600万に上げたりとかしてます。そういうのもできる。そういうのもできます。これはね、正直代理店のでも力なんだろうな、代理店の力だと思っていて、僕らは専門店なので別にうちで買った車じゃなくても車両保険入ろうとすればできるんですよ。もし興味ある人は、行ってもらえればっていう感じなんですけどね。ただ他の代理店でも同じくできるとかできると思うので、もし、今車両保険入ってるけど金額が少ないっていうことであれば今入ってるところに相談されてもいいと思いますし、これから車買おうっていう方で、今その入ってる保険会社にこういう車買おうと思うんだけどいくらぐらいなんだけどそれで車両保険入れますかって聞いてもらうのがいいと思いますね。盗難対策はね、やっぱり車につけるセキュリティと、やっぱりそれだけじゃだって持ってかれるときは持ってかれるので、せめてお金は返してほしいっていうところで、車両保険入ってる、この2つは必須だと思いますね。一応そんな感じでございました。保険はねちょっとあんまりここで説明しちゃうと今度没収行為とかになっちゃうので、ちょっとややこしい話ですので、ざっくり一般的な話をして、うちだとざっくりこんな感じでやってますっていうところがあるので、細かいご相談などは直接連絡もらえればと思います。じゃあ今日はこんなところで
はい、次はまたちょっと歩こうか。じゃあまあいろいろ入っているので、まあシルビア、まあ今度はこの2台かな。シルビア、ターボのシルビアとオーテックバージョンが入ってきたんで、シルビア2台、この2台でいいかなと思います。であとはですね、今日さっき一番初めに言ったようにもう1台、33GTR 改造でいきますので、それを入ってきたら動画上げていきましょうと。質より量で勝負です。量で頑張りましょう。はい、じゃあ本日ここまでご視聴ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。S15 シルビアで、今日はちょっと2台まとめて、グレードが、オーテックバージョンスペック R になりますね。このダッシュボードとか、コンソールとかもそうだし、ハンドルもそうだし、ヘッドライトめちゃめちゃ綺麗でしょ。ワイズスクエアさん